こんばんは、ゆうかです。今週はガンプラのレビュー動画を上げようと思ってたんですけれども、仕事の度重なるトラブルで心が折れて編集をする気が起きなくって、代わりといってはなんですが、先日 X でふと投稿した内容に対して皆さんのコメントが大変興味深かったので、こちらの情報をまとめて皆さんにお届けいたします。めっちゃ急に思い立って撮影しているので、いつもより見た目も編集の度合いもかなりラフな動画となっておりますが、ご了承くださいませ。さて、今回の議題はガンプラのデカールどこまでが許されるのです。これ意外とみんな疑問なのでは？ぜひ動画を見て皆さんのご意見も聞ければなと思います。それでは本編をご覧ください。まずきっかけとなった私の X の投稿。ところでよくガンプラは純正品のみ、海賊版は認めんと言われますが、デカールはどうなんですか？バンダイさん以外のメーカー発売のものや海外発売のものがあるようですが、どこからが NG でどこまでが OK なのでしょうか？次の動画でご紹介しようとしているキットの水転写デカールが欲しいなと思って調べたところ、海外製品が真っ先にヒットしたことから生まれた疑問でした。それに対する皆さんのコメントを紹介します。投稿いただいた皆さんに迷惑がかからないようにアイコンとアカウント名は隠させていただきました。デカールも海賊版はあります。わかりやすいものだと、バンダイのロゴが入ってないのに機体の名前が入ったそれ用のデカールは海賊版になります。台紙の右下に謎のロゴ入ってるようなのは基本的に海賊版です。で、ホビージャパンとかハイキューパーツとかから出てるような汎用のコーションデカールとかは大丈夫なものになるはずです。多分ですけど、バンダイから発売されてないのにジオンや連邦のマークとかが入ってるようなデカールはダメなやつになると思います。ふむふむ。謎のロゴが入っているものや商品名に機体の名前が入っているバンダイ製品以外のものは NG。 逆に言えば版権の関係ないデカールは OK なようですね。おそらくグレーゾーン買ったことある。反省。おそらく中華コピーの商品だけど叩かれたことはないぞ。このグレーゾーン判定が難しいですよね。先行販売が関係しているの？純正品のままコピー商品じゃなきゃオリジナルデカールは法律上問題ありません。むしろ正規品より先にしても出されたらその国の著作権法に保護される。ただし作品中の機体名がすでに商標を取ったらまた話が違くなります。純正品をコピーしたものは明らかに違法ですよね。海外製品でも先に発売されていれば問題がないけど、後から変わってくる可能性もある。なんだか卵が先か鶏が先かみたいな話で、法律って難しいですね。ホビーショップに行くとバンダイ以外の正規品のデカールがありますから、別にイリーガルなものでなければ何を使っても良いのではないでしょうか。何を認めんのかは知りませんが、Amazon とかデモショップの評価とか口コミを見るとリーガルなものはわかると思います。一度覗いてみてください。店舗さんで購入される方は間違いなさそうですね。ただ私みたいにネットで購入することがメインの方は、海賊版だと思われるものでも高評価なもの結構あったりしたので、審美眼が試されそうです。前にそれで論争した覚えがあります。売ってる海賊版はダメでも自作はいいらしいですよ。コンテストや賞レースみたいなのに使わなければ自己満で使っていいと俺は思ってます。自作で作れる技術がある人は羨ましいです。個人で楽しむなら自由だけど、 SNS や人前に出す場合は自己責任がついて回るって感じですかね。 GPWC の審査基準をもとに考えるのが分かりやすいんじゃないですかね。他の YouTuber が海賊版デカール使って指摘されていましたし、これはまさに私が求めていた判断基準かもしれません。そう思ってすぐ調べました。こちらガンダムビルダーズワールドカップの Q&A ページの抜粋になります。私みたいに YouTube や SNS に作品を載せる人たちはこちらを指標にすると良さそうです。線引きはいらないと思います。ガンプラは自由です。ゲムにガンプラみたいなのがあるのにびっくりです。ネタでも良いのでテムで買ったガンプラみたいなものを見てみたいですね。
自由だと言いつつ見えないルールがあるのが趣味の難しいところですね。テムはカード情報を抜かれるっていう怖い話を聞いたことがあるので、私はアクセスすらしたことがないです。どなたか買ったことある方いらっしゃいますか？たまにガンプラに寿屋のデカール使ってますけど、それは大丈夫なんですかね？これまでのご意見を参考にすると、こちらは OK 判定ですよね。ガンプラ用と歌ってないですし、問題ないのでは？皆さんコメントで回答お願いします。ほんとこれ YouTube 活動してると気をつけたいラインですよね。ブリベビさんのフォロワーさんが的確なリプをくださってました。とある模型のイベントでの企画だと、凡庸ではなく特定のエンブレムなどを連想させるものは海賊版とみなすみたいな項目があって、デザインでのアルファベットとか数字、漢字などは OK で作品中の舞台章や文章、ロゴなどは NG 扱いでしたね。わかりやすい。エンブレムは版権が関わってきそうですもんね。私へのリプじゃないのにご紹介してしまってすいません。明確な線引きがございます。サンライズの許可なくジオン軍やら連邦軍やら劇中独自の舞台マークなどを使っているのが海賊版です。特に Amazon は海賊版の宝庫ですので、 Amazon を使わず上新やヨドバシで売っているのを買えば全く問題ありません。バンダイさんじゃなくてサンライズさんの権利に抵触するんですね。 Google 検索すると真っ先に Amazon の商品がヒットすることがありますので、 Amazon の SEO 対策がすごすぎるんでしょうかね。気をつけたいところです。版権の問題ですからね。デカールや拡張外装など線引きが難しい上に販売元も儲けにならず、赤字回避程度の趣味の慈善行為でバンダイ純正品の反則になっている場合、それは果たして権利利益の侵害に当たるかどうか。販売元も儲けにならないんですか？デカールや拡張パーツから気になって本体を購入するって人もいるかもしれません。ガンダムとかガンプラ用とか書いてあるのはアートでしょう。汎用無印は悪くないと思いますがグレー。カーモデルなどはタバコ紙ロゴはメーカー品はないのでサードパーティ品になりますが、版権の部分はかなり濃いグレーですけど黙認ですね。ネット検索でガンダムとかガンプラとかはワードとして入れるので、それでヒットする海外製品はアウトってことですね。グレーゾーンは自己責任ってことになるのかな。模型に関してはもちろん純正品に対応していますが、ステッカーに関しては純正工場製よりも優れたサードパーティメーカー製のものがほとんどです。そうなんです。純正品じゃないものでいい製品があるのがこれまた問題なんですよね。版権の問題ですよね。海賊版は版権無視なので、バンダイ以外でガンダム名乗ってるものは違法品だそうです。それに近いデザインのも良くない。個人で楽しむ分には。で、写真撮って作ったよっていうのも良くないので手を出さない方がいいです。自作デカールにも落とし穴がありそうです。コンテストや SNS に載せるだけならセーフだとしても、オークションに出す場合とかは問題になってきそう。どうなんでしょう。チャンネル登録よろしくお願いします。ということでいただいたリプをご紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。版権や法律やら守らなきゃいけないものですけれども、難しい言葉が多いし線引きも難しいですよね。今回の動画が少しでも参考になれば幸いです。自分はこう思うよっていう意見がありましたら、ぜひコメントください。皆さんで情報共有しましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。